皆さんこんにちは。ずんだもんなのだ。お手伝いのメタンです。今日は配信者の電卓アプリのウィジェットについて説明するのだ。この動画では画面の順番で説明をしていきますね。チャプターが切ってあるので興味のあるところまで飛ばしていただければ幸いなのだ。行きましょう。まずこのアプリのウィジェットを使うとどんなことができるのかしら。このアプリではホーム画面の好きなページに計算機を配置することができるのだ。どれどれ、なるほど。こんな感じでアプリを起動しなくても計算機が使えるのね。ウィジェットの計算入力状態はずっとそのまま保持されるから、何か思いついた時にメモ計算のようにすぐ使うことができるのだ。スマートフォンを再起動しても状態は生きているから、これはお手軽に使えそうね。このウィジェットの計算状態とアプリ本体側の計算状態は別々に管理されているよ。そのことを確認するためにここでアプリを起動してみるね。確かにウィジェットとアプリでは違う計算状態を表しているわね。というかアプリとウィジェットで別な計算機を使うことができるのね。ウィジェット表示の時に画面部分をタップするとアプリを起動することができるよ。この時はウィジェットの計算入力状態をアプリにそのまま引き継ぐよ。アプリ側に移ってそのままウィジェット相当の入力を継続することができるのね。この時アプリにおける計算機セットの選択状態はウィジェットになっているよ。普通の計算機セットではなくウィジェットの状態が選ばれているということなのね。だからウィジェットからアプリを起動した時だけでなく、普通にアプリを使っている時にもこの計算機の切り替え画面でウィジェットボタンを押すとウィジェットの内容に切り替えることができるよ。そしてアプリで計算を加えてアプリから抜けるとウィジェットの方にも計算状態が反映されるね。なるほどね。アプリとウィジェットは連動しているということなのね。ウィジェットの状態を引いて起動してくるのは一時的なものなので、普通にアプリを起動すればウィジェットと連動せずに元の計算機セットが選ばれた状態に戻っているよ。ウィジェットとして表示する計算機は初期状態では余り計算 MP12R だけれど、これを変更することはできるのかしら。そのためには設定画面からセットタブのウィジェットセクションで設定を行うよ。その他ウィジェットの動作についてもこのセクションから設定することができるのね。例えばウィジェットに自作のテーマをかぶせたりすることができるよ。ここまで説明をしてきたけれど、実は Android のウィジェットの動作にはとても制限が多いんだよ。あら、そうなの？具体的にはどのようなことがあるのかしら。まずしばらくウィジェットや電卓アプリを使わないでいて、久しぶりにウィジェットをタップすると動き出しにもたつくという現象があるよ。なるほど。ウィジェットは表示されているけれど、実はシステム側がアプリの動作を強制的に停止させているのね。ウィジェットがタップされたのでシステムが慌ててアプリを起動させているという格好ね。どれくらい放置したらアプリが終了させられるかはシステムによって異なってくるよ。動き出しで待たされるけれど別にデータが失われるとかではないのね。次にこれは本アプリの実装上の制限なんだけれど、ウィジェットの情報を一つしか管理していないので、いくつウィジェットを配置したとしても全て同じ内容になるよ。複数のウィジェットをホーム画面に配置したとしても全て同じ表示状態になってしまうのね。もしも皆さんのウィジェット利用率が高いようだったら、今後は別々のウィジェットを扱えるように強化していくことも考えられるのね。コメント欄などでご意見を聞かせていただけると助かるのだ。最後にウィジェットではできないことを説明するよ。まずそもそも Android のウィジェットでは長押しを扱うことができないのだ。それにウィジェットからはダイアログボックスを表示させることもできないよ。なるほど。その2つの制限からすると何が使えなくなるのかしら。コピー履歴メニュー、税率設定ダイアログ、税収系ダイアログ、セレクタ設定ダイアログが使えなくなるよ。ウィジェットではそれらを呼び出すボタンを押しても何も動作しないので、これらのダイアログボックスを使って設定を変更したい場合は画面部分をタップしてアプリに引き継いでからそちらで設定変更をするといいのだ。なるほど。逃げ道は用意されているのね。以上がこのアプリのウィジェットの説明なのだ。実は Android のウィジェットの動作はホーム画面のアプリによって異なってくるよ。
このためお使いのホーム画面によっては描画がずれたり安定しなかったりということがあるかもしれないよ。できるだけ安定して動作できるようにアプリ側でも工夫はしているけれど、お手元で何ともならない時にはどのようなホーム画面なのかお知らせをいただけると助かりますわね。それではまたお会いしましょう。